皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。この動画には15言語の字幕と日本語の字幕があります。ぜひ CC をつけながら見てください。今日もナチュラルなスピードであまり語彙コントロールをせずに話してみたいと思います。今日のテーマは緊張についてです。こんなコメントをもらいました。あかね先生の投稿とても大好きです。これからもこんな感じの動画をどんどんアップしていただけたら嬉しいです。それから先生がすごく緊張するときにどうやって対処しているのか、ぜひ教えていただきたいです。ということで、コメントをくださった方、本当にありがとうございます。今日もちょっと食べながら話したいと思います。私は今、ホテルグランビュー高崎というホテルにいて、4階にあるレストランでテイクアウトしました。で、その時の電話の注文の日本語とか取りに行くシーンは多分先週投稿していると思うので、そちらもぜひ見てください。今回は天ぷらを食べたいと思います。ちょっとお見せしますね。はい、こちらのみくまのという和食のレストランでテイクアウトしました。お味噌汁とこちらに入っているのが天ぷらです。美味しそう。久しぶりに天ぷらを食べます。エビとかかぼちゃとかナスがあります。さっきから本当にすごくいい匂いがもう充満しています。わー、すごい。もう宝箱ですよね。いただきます。何から食べますか？やっぱエビかな？いただきます。美味しい。もうこの味がしっかりついてるのがすごくいい。お米ももう見るからに美味しそう。美味しい。ふっくらしてる。私今日5本分動画撮っててもうちょっと頭の中結構もうぐちゃぐちゃですね。なんか5本分をずっとなんていうの、ずっとその動画を撮ってるわけじゃなくて、なんか別の時間にまた別の動画撮って、でまたその1時間後ぐらいにそれと同じ内容の続きの動画を撮って、でその後にまた別の動画を撮ってっていうことをやってるから、結構今日は頭を使った気がします。美味しい。じゃあちょっとまた後でゆっくり食べます。ちょっとね、話すことを少しだけまとめたので少し見ながら話したいと思うんですけど、私もねすごく緊張するタイプなんです。本当に面接とか、あと人前で話す何か講座とかセミナーとかで大勢の前で話すときは本当に緊張します。私の場合当日緊張するっていうよりは、その1週間前くらいから前日までがすごく緊張するタイプです。皆さんはどっちですかね？で、私は自分でどうして緊張するのかを知っています。前に分析したことがあるんですね。で、皆さんももし、緊張するっていう時に、どうしてその原因が何なのかを知ると少し対策ができるんじゃないかなって思います。私の場合、緊張する原因は自分が失敗するとかうまくできないって常に思っているので、すごく緊張します。できなかったらどうしようとか、うまく話せなかったらどうしよう。これを考えれば考えるほどすごく緊張します。まだわからない未来のことを考えてすごく緊張してしまうんですね。さっきも言ったように、私はセミナーとか何かその講座で話すっていうことが時々あります。で、今まで一番多かったのは、これはオンラインなんですけど、300人とか400人参加してくださったことがあって、本当に緊張しました。なんかこう参加者のリストを見て、どんどん増えていくのを見て、
もう本当に怖かったです。で、さっきも言ったように、うまく話せなかったらどうしよう。緊張して頭が真っ白になったらどうしようっていうことばかり考えていたので、じゃあ、どうすればその気持ちを少しでも抑えられるかと考えたときに、私の場合は本当に自信がないんです。自信がないから緊張している。じゃあ、どうやって少しでも自分に自信を与えることができるかって考えたときに、やっぱり練習して、で、当日に、私はもう何回も練習した。だから大丈夫っていう自分に対して安心を与えるのが一番いいと思いました。で、そのセミナーとか講座がある時は、大体私が話すのって1時間とか90分くらい、そんなすごく長いわけではないんですけれども、一人でずっと話しているので、まずはもちろん話す内容を考えますよね。パワーポイントとかも作りますし、パワーポイントだけじゃなくて、このページでどんな話をするのかっていうのをまとめておきます。で、その後実際に本当に1時間とか90分時間を測りながら練習します。で、それを3回から5回ぐらい私は練習します。で、練習していくとだんだん言い慣れてくるんですね。私の場合は。なので、こう言い慣れてくれば、緊張したとしても、多分、このページではこれを言うんだっていうのが少し覚えられると思うので、何回も何回も練習して、でもそれでも当日は緊張します。やっぱり。特に対面の場合、人がいるじゃないですか。本当に来てるどうしようみたいな風に思うんですけど、その時にやっぱり安心させられるのって自分しかいないと思うんですよ。どんなに周りの人が緊張しなくてもいいよ、大丈夫だよって言っても、緊張って止まらなくないですか？自分で緊張しないようにしよう、緊張しないようにしようって思っても、緊張って止まらないですよね。私は止められないんですよ。逆にもっと緊張するというか、もちろん周りの人は大丈夫ですよって言ってくれてるんだけど、でもそれで自分の緊張が止まることはないです。じゃあどうすれば少しでも緊張しなくなるかっていうと、私の場合は、私はこんなに練習した。だから大丈夫って思うのが私は一番いいです。で、これは面接の時も同じです。私、就活の時にすごくたくさん面接を受けました。で、面接のたびにやっぱり緊張するんですけど、でも大体聞かれる質問って決まっているので、そういう質問はすぐに答えられるように何回も練習しました。あとは緊張する場面だったら多分試験ですよね。受験とかね。私2016年かな ?2016 年に日本語教育能力検定試験っていう日本語を教えることに興味がある人が受ける試験を受けました。その時に絶対に緊張するってもう前もって分かってました。事前に分かってました。その試験は1年に1回しかチャンスがありません。で、その時の合格率も何パーセントだったかな。でもだいたい20%から25%くらいの合格率でした。で、私は日本語学校で働きたくて、絶対にその試験に合格したかったんですね。でもやっぱり当日緊張したら、自分がもしできる問題だったとしても、その問題が解けない可能性もありますよね。で、それを分かっていたので、じゃあどうすれば試験の当日、自分に自信が持てるかを考えた時に、私がやったのは、とにかく問題を解く。もうこれ以上問題解けないっていうくらい限界まで問題を解くっていうことをしました。具体的に言うと、3ヶ月間毎日その試験の過去問とか練習問題を100問解いてました。3ヶ月。はい。これ短いか長いかわからないんですけど、
でもこれは私はすごく自信がつきました。で、試験当日にこのように思いました。私は3ヶ月間毎日100問解いた。で、だいたいやっぱり何回も繰り返し同じ問題を解いているので、やっぱり過去問でもどんどんできるようになっていきました。こんなに問題を解いたんだから、これで不合格だったらもうしょうがないって思いました。それくらい力を出し切ったって思いました。3ヶ月間は本当に自分で頑張ったって思ったから、あんまり普段はそんなことないんだけど頑張れないんだけど、でも本当にその試験に合格したかったんですよ。で、本当に日本語の先生になりたかったんです。だから本当に3ヶ月間、私本当にって何回も言ってるねすいません、なんか癖なんですね。本当にとか結構って私本当にすごくよく言ってるんですけど、あんま気にしないでください。そうだから、まあ3ヶ月間必死に勉強したんだから、当日はまあもうこれで落ちてもしょうがないやって思いました。そう思ったらね、そう思ったら本当に不思議なんだけど、あんまり緊張しませんでした。多分そこまで自分でやりきったっていう感じがありましたね。それぐらい思えたら、なんかね、逆にもう大丈夫って思いましたね。もちろん合格したいですよ。もちろん合格したかったし、まあ、合格できたんですけど、なんかその落ちたらどうしようっていうよりは、もう落ちてもしょうがないかって思いました。でもこれ試験によって違いますよね。もう本当に命かけて絶対にこの試験に受かんなきゃいけないっていう試験もあるかもしれないですよね。いや、そうするとちょっとなんだろう、考え方が違うというか、私の場合はまあ落ちたらまあ来年受けようって思ってたので、そこまで切羽詰まってはいなかったかもしれないですね。でもやっぱり早く合格して早く日本語学校で働きたいって思っていたので、やっぱりそこにかける思いは結構強かったと思います。はい。だから皆さんもどうして緊張するかって人それぞれだと思うんですけど、もし自信がないっていうのであれば、どうすればじゃあ自分に自信を与えられるかを考えてやってみるのがいいんじゃないかなって思います。なんかどんなに人から褒められたとしても、安心する言葉を言われたとしても、結局自分のことをよく分かってるのって自分だと思うんですよね。なんか大丈夫だよって言われても、自分の中ではいや大丈夫じゃないって思ったりすると思うし、それってやっぱ自分のことは自分がよく知ってるからだと思うんですよね。はい、そんな感じでちょっとね、それぞれみんな対処法っていうのは違うと思うんですけど、私が緊張を少しでも減らすために、少なくするためにどうしてるかを紹介してみました。皆さんはどうしていますか？ぜひ教えてください。私もこの方法が一番いいとは思っていないので、もしもっと他にいい方法があったら知りたいです。よろしくお願いします。ちょっと食べよう。緊張するよね。なんか緊張って不思議ですよね。なんていうの？なんか緊張するタイミングとかも人によって違うと思うし、逆に全く緊張しませんっていう人もいると思うんですよね。私の友達にもいます。人前で話すのは全然怖くない、大丈夫っていう人もいますし、面接の時も全然緊張しないっていう人もいるし、本当に不思議ですよね。ね、でも緊張って私はなんかそんな悪いことじゃないと思うんですよね。なんか緊張するってことはやっぱり、成功したいっていう気持ちが強いからだと思うので、そこまで悪いことじゃないと思うんですけど、でもやっぱり自分にとってはね、やっぱ緊張してるとうまくできないって思ってしまったりするので、なんかなんて言うんだろうね、怖いというかちょっと嫌だなって思うかもしれないんですけど、でも自分で対処法を見つけると、なんか少しは気持ちが楽になるのかなと
思います。本当に気持ちが大事ですよね。はい、そんな感じで今日の動画はここまでにしたいと思います。もしまた何か話してほしいトピックがあったら、ぜひコメントで教えてください。皆さんのコメント本当にいつも見ています。嬉しいコメント、優しいコメントを書いてくれる人が多くて本当に嬉しいです。ありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。